The lamb. 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 皆さんこんばんは。ザラム歌とギター渡辺昇です。ドラムの中島裕史です。キーボードの宇野キュートです。サックスの山田慎次郎です。そして本日司会を務めますベースの荻野純平です。よろしくお願いします。元気の君は元気の最年長。いや久しぶりじゃない？そうですね。このラジオはどれぐらいぶりですか？去年のデビューの前にやった年末だからもう1年、もうすぐ1年ぐらい。そんなに経つんですね。公開する頃はちょうど1年だね。あの時がこの5人初めてのラジオだからなんか新しいメンバーを紹介しますっていう体で、この2人が宇野と山田がラジオデビューしたわけだ。初めましてしましたね。そうだよね。そうだ。それからもう1年弱。早いですね。番外編やった時だ。そうみんなで1対1にされて気まずいトークを組み合わせ違いでやったやつですよね。ありましたね。そうだ。それも聞けますから。あ、そうだ。まだ聞けるんですね。ポッドキャストでもうまたそうです。今何を隠そう我々あれですよね。ライブが謎にワンマンライブになったライブが終わった直後、そうですね。下北沢某所で録音しているという、そうですね。疲れを跳ね飛ばすべく頑張って元気いっぱいやっていきましょう。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ今日の内容に入る前にですね、ザ・ラム我々からですね、皆さんにお知らせがあると。そうですね。はい。じゃあちょっとこれは私からお願いします。ででん。これ問題です。そうだね。急に問う。ですね、先日9月3日、ザ・ラムはイギリスの音楽レーベルジ・アニマルファームというところと、契約いたしました。イギリスってイギリスですか？イギリスです。イギリスビクトリアとかああいうやつですね。エリザベスとか。なんとかなんとかおよびなんとかグレートなんとか。それですね。ユナイテッドキングダムですか。そうです。で、今決まってることとしましては、とりあえずシングルをここから3曲、だいたい1ヶ月2ヶ月おきぐらいでちょっとリリースするという予定が決まっておりまして、このアニマルファームというレーベルがプロモーションしてくれたりとか、イギリス国内中心にこうやってくださるということなので、イギリス国内でかかるってことですね。ラジオとか言ってましたよ。そうです。トムヨークが聞いてくれるかもしれない。トムヨークちょっともうちょっと考えればよかったんですよ。本当。いや、それでもちろん世界同時なんで今 Spotify とか Apple Music とか皆さんもちろん聞いていただけるんでね、それまた応援していただきたいなと思っております。それでとりあえず第1弾シングルとしまして、タイトルがその名もアトランティスというタイトルの、シングルが11月の12日金曜日に、リリースとなりますので、すごい、ぜひぜひ皆さん聴いていただけたらなと思っております。よかったですよね。すごいですね。いやよかった。いや普通に考えてイギリスからね出せるなんてね。いや本当に。これ経緯はどういう経緯とか喋っていいんですかね。その経緯はあれですよ。もうこの今回のやつの年表の年表とかですね。第3回ぐらいで最後に明かされるやつ。じゃあちょっとこれはお楽しみ。なんでイギリスっていうのはずっと内緒にされるんですね。ここから。そうなんですよね。そうなんですよ。もやもやします。憧れの地ですからね、イギリスといえばね。トムヨークですよ。トムヨーク007ですよ。本当に。ボンドね。そうです。だって俺とユウシが最初にやったバンドのラストライブはイギリスから来たバンドの前座だったんですよね。そうなんですよ。今日これそのヒストリーには出てこないんですけど、そうなんです。それがまた何かの縁でね。そうなんですよ。懐かしいんですね。宿毛矯正かけてたなその時は。かけてたね。時代だね。時代だよね。じゃあね、リリースもね楽しみなところですが、このポッドキャストがどんな内容か説明していきたいと思います。題して永久保存版History of the Lamb 第1夜結成前夜メトロフューチャリズム編よっということで、今日から全3回、皆さんと一緒にザ・ラムのこれまでの歴史を振り返りながら、ザ・ラムって一体どんなバンドなのというのを知っていただけたらと思います。いやそうですよ。いや通詞ですよ。通詞ですよ。通詞。い
いや今までこうなんかリリースするたびにいろいろこうやってきたじゃないですか、この作品この作品でみたいな、そうですね。でどっかしらのタイミングで多分ラムを知っていただいてると思うんですよ。はい。例えばなんかメトロフューチャリズムから知りましたっていう人もいるし、プラスチックガールで知りましたっていう人もいるんだけど、なんか投資でやるのは初めてなんで、実際誰がこんなヒストリー興味あんねんっていう噂もあるんですけど、でこれ自慢話だったらつまんないんですけど、まあ悲惨な歴史の連続なんでまあ普通に面白いとは思います。ね、言うて俺らも後から入ったメンバーなんでね、そうですね言われてみればちゃんとはね、歴史は本当に知らないことが知らない今回でほと知んどだとることが多分これを聞いた誰かがこれをもとにウィキペディアにまとめてくれると思うんで、素晴らしい。誰かがね、お願いします。ぜひぜひ。そしたらもうずっと調べれる。注釈が全部ラジオになるかもしれない。本人たち曰く出典元が単一なんで絶対正しいポッド。キャストでなるほどね我々もちょっと楽しみな感じですね。なんか歴史を知れるの。暴かれる感じがね。なのでちょっとねぜひ一緒に振り返っていきたいんですけどね。はい。今日からなんか3部構成なんですか？みたいですね。でまず第1夜がさっき言った結成前夜、メトロフューチャリズム編と。で第2夜がバウトハー、ソーワット編。はい EP のやつですねこれね。で第3夜がデビューからさっき言ったイギリス編となっておると。おるということでございますよ。ね。じゃあ行っちゃう。いっちゃうか。じゃあ早速、最初に、毎回ねその要は第1夜第2夜の年表を読みますので、じゃあここは年表を読ませたら右に出る者はいない中地君。年表読み検定そうだね。持ってるんで。そういう原稿にないアドリブも入れてくるんですね。いいじゃん、成長が垣間見えるね。頑張りました。お願いします。そしたらちょっと第1夜が長いんで今日が多分一番長いんですよ。だから半分に分けて読んでいこうかなと思います。2014年春、サラリーマンだった渡辺昇、通勤電車で大竹栄一、山下達郎のラジオ特番新州砲弾を聞き、音楽を再開したくてたまらなくなる。中高時代のバンド仲間であるベースの岡田俊、大学時代別のバンドを組んでいたドラムの中島雄志当時八百万に声をかける。2014年4月、デモテープ FEM 制作。1973年にアメリカで活躍した日本人バンドがいたという架空のコンセプトをでっち上げ、リサイクルショップで購入したカセットテープ MTR で録音、 YouTube に音源をアップ。2014年9月、架空の CM ソング作家岡田徹によるセルフカバー集という企画のもとデモテープを制作。実際の CM ソングの映像を無許可で貼り合わせ YouTube に公開。なおこの音源には東京、ジュディ、君に夢中、朝も収録されている。2015年11月、岡田俊、中島雄志を誘い、結成も解散もないバンドをやろうとトリオを結成。羊年であるという安易な理由からバンド名はザ・ラムに。スマートフォンを使って録音した16曲入り音源アセテートを制作。YouTube とサウンドクラウドに公開したほか CD を1000枚プレスし最終的に配り切る。中島と地元千葉県内にある某タワレコビレバン新生堂に CD を置かせてもらう。オーストラリアのトリオバンドザ・レイマン3から激励を受ける。この音源にはめまい、ディシリエンとプールサイドも収録されている。2016年、制作意欲は収まらず8月に自ら書いた短編小説のサントラとして7 Hours and 15 Days、 12月には疑似ライブ版ライブを発表。この頃になるとチューンコアを使って Spotify や Apple Music にも音源を公開できるようになる。2017年1月、渡辺代々木公園野外ステージを突如予約。オーディションフェスを開いてバンドを募集してしまおうという企画をメンバーに持ちかける。2017年2月、ラムのラジオスタート。ザラムフェスに300組を超える応募が殺到し、弾くに弾けなくなる。PR のためスターバックス店内でのアコースティックライブやライブハウスでのオーディションライブ等を実施。2017年8月16日、ザラムフェス当日、未曾有の台風直撃の中実施。2017年秋、渡辺が勤務していた会社を独立起業。なお音楽とは全く無関係の職種。そのバタバタメンバーのフェス疲れ、
メンバー岡田は仕事が忙しくほぼ音信不通などなどバンドが一時停滞。渡辺は自宅でデモテープを貯める。2062 Wouldn't It Be Nice などはこの頃に原型ができた。2017年冬、中島裕志バズる。2018年秋、渡辺中島新ベーシスト探しを決める。中島の紹介で荻野純平スタジオに呼ばれるといういや前半。すごいよ。はいよく噛まないで読み切れるよ。いやすごいよ君は。文章を読ませたらアナウンサーだよもう。あれだいやすごいですね。最後出てきたよアフロのおっいやさん。ギリ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 滑り込んだねギリギリ出てきましたね。なるほどなるほど。ね、まあかなり情報が多かったですが、どうですか皆さん。ねいや悲惨ですね。悲惨なまだ序盤ですけどうんね。いやいやいやこれで悲惨って言ってたらもうこの後もうすごいからね。泣いちゃうと思う。多分泣いちゃうと思うよ。 2014年っていうことは7年前に指導はしたってことですか。 7年7前。年前7年なんですやばねい怖っ。ですね赤ちゃんが小学校1年生になってるからね。ことですよね。うんあこあなかなか長いんだね。こはい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 。こですね。もううん子だね。そういう感じなんですねこれは。バンド名の由来を僕はこれで初めてあ本当。これは知ってたんだよね一応。未だに知らなくて、ザラム。そういうことなんだ。ああそうそうそう羊年だからっていういろんなこと考えられるんだけど。意外と安直な。さらっと。そうもうそれだけだったよね。へーそうなんですよ。あと結構なんかあれなんですね。今デビューとかで出した曲の原型も結構前からそうですね。あったんですねこのね。そうそうそ東京とかうだから2人をうん入れてその進次郎とキュート入れてなんかリメイクしてんのは実はこの頃の曲とかは多いよね。今まさにこうやってるというかもうすぐ出るものもまそっか。ああったりとかもするし。なるほど。うん。デビューの曲のとかうち4曲はもう2014年にできてたいやそうなのよわけですもんね。そうなのそうなの。時を経て。ようやく温めて、そう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 生そう。まれ変わって。いやだからこの時になんかそのさ最初曲作りたいなと思って結構鍵盤も入ってりゃ何も入ってりゃみたいなことをやるけど、うんうんこう専門家じゃないから鍵盤の大所帯アレンジみたいなのができないじゃない。うんうん。でそれでできないなと思ってだんだんじゃあそれを解消すべくトリオをやろうみたいな感じでトリオになっていくのよなるほど。ザラムが。なんかはいはいはいちょっとこうトリオっていうとさなんかもうちょっとシンプルなパンクとかさはいはい。もしくはなんかクリームみたいなハードロック系だけどじゃなくてこういうコードのやついいかなみたいななるほど。のをやっていくことになるんだけどだからそれを2人が入ったことによって今度は本当にそのこの頃やりたかったサウンドがやっとなんか7年6年7年越しぐらいでできたみたいな。できたと。うんあー光栄ですね。素晴らしいじゃないですか。嬉しい。なるほどね。そういう感じだったんですね。うんうんなんかあなるほど。おはようございます。ちょっと起きましたね。あ、おはようございます。うんおはようございます。まあこのじゃあこの辺りではい話題の新機能を使って曲に行きましょうか。おあれですよね、Spotify が最近新機能としてミュージックミュージックプラストークでしたっけ？なんかそんなタイトルあと原稿の2行目にうん中地君は年表で振り返ってみて初期の頃で思い出すこととかあるっていう場面があるんだけどそこは飛ばしていくの。違うね。そこはね、いやなんかね、そうだねガヤガヤしてたからいいかなってあいいかなみたいな思っちゃったあそういう感逆にじゃじでやってくのああえてじゃあなんかあえてあります？あえてなんでそのはいハードルを上げられるの優秀あえてなんかあります？初期の頃で思い出すこと、はいまあでも俺はなんかレイマン3っていう名前をあこれで見てうわ懐かしいってなりましたね。あったね。オーストラリアのバンドなんですね。なんかね激励を受けるというのはこれはどういうなんかその要は曲いろいろやっててその、まあ、東京ジュリーとかもやってたんですけど、はいそのやっぱり3ピースだからシンプルにこう、なんて言うんだろうなこう洗練されたうんアレンジにしていくしかないよねっていうことになってってアセテートを作ったんですけど、その時に結構こう参考にしたのがザ・レイマン3っていうバンドを聞いてあこのバンドかっこいいねって言ってはいはい参考にしてたんですよ。うんで発表した時にザ・レイマン3好きでみたいなこと言ってたらお本人からコメント来てそうへーそうそうそうあそれは嬉しいですね。いいアルバムだったよみたいな頑張ってねみたいなのが来たっていう、あそうなんだ。ちょっと聞いてみよう。なんかねネオソウルをギターの
トリオでやるみたいな、音が薄いのがあえてかっこいいみたいなのを教えてくれたバンドあ、そうなんですね。でしたね。かなりアセテートはそれに影響を受けてると受けた思いますよ。ね。ディアンジェロみたいなことをギタートリオがやるみたいな。それはなかなか YouTube もいっぱいあるからね、聞いてほしいですよね。ぜひちょっと聞いてみます、結構今度。オーストラリアってそういう土壌ありますよね。ハイエータスハイエータスカイオテ。そうはい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 。なるほどね。あとやっぱザラムフェスじゃないですか、思い出されるのは。そうなんですね。これめちゃくちゃ気になりますね。なんとなくこれいやすごかったこれで一夜やりたいぐらいですよ。いや本当に濃すぎていやすごかったのよ。 300組300組応募来て、そう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 。したらそうね、すごかったよね。当日台風で、もちろんお客さんなんて来れないし、演者ももう雨降ってるし、で機材もね大丈夫かなみたいになってたところで、PA さんが出演者に切れるっていう、そうそう、喧嘩始めちゃったの。始めちゃって、そうそうそう。本番中に俺たちじゃないよなんか。俺たちじゃないよ。そうそうそう。本番中になんかそれがあそうったんだじゃあなんかやっぱ繊細なアーティストがいたんだ。ああ。そう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 。なるほどね。どっちかというと PA さんが怒ってましたよね、なんかね、あ、そうかもしれない。勝手に音出すんじゃねえよみたな。ないんかね、うなんかちょっとおいみたいな感じで揉めちゃったんだよね。ってなってびっくりしたよね、あれね。台風の中なんかや恐ろしい。でも見に来てくれた人もまあ少しいいましたねたよね。うんそうそうそう。いややっぱりこれこの前半のこの部分ってやっぱりねリスナーをなんとか増やすにはどうしたらいいかっていうのを何のつながりもコネも後ろ盾もない人がやり始めるとどうなるかっていう年表になってると思うんですよ。そんな感じしますね、確かにね。やっぱりこう高校生とか中学生とか大学のサークルってあると言ってこうその辺の知り合いづてみたいなところから発展していくじゃない。そうですそうですね。だけどまあ言ってもそこ一回音楽離れてるんで、YouTube にこうなんか音源作ってポンって上げても、まあ、みんなちょっとやってみてもらうと分かると思うんですけどまあほら500とかそうですね。いけばまあまあみたいなところから始まるじゃないですか。だからそれでどうやってこういっぱい一人でもちょっと多くの人に聞いてもらうかみたいなのをひたすら、だからさっきの CD を気に入ってもらうとか、今もう大戸屋になっちゃったタワレコに有志と一緒にこう CD 置いてくださいって言いに行ったりとかねみたいなのもそうだし、あとザラムフェスもその発想なんですよね。なるほど。そうそうそう。だからもうなんか周りに界隈がないから、どんな今のバンドマンはどんなことやってんのかなみたいなはいはい。のがそうですね。わかんないっていうか。そうそう。でもさすがに300組応募が来たらなんか見えてくんじゃないかと思ったんだけど、全然わからなかったねわ。かんなかったですね。全然いろんなバラッバラだったよね。かっこいいアーティストいっぱいいましたけどね。いたもちろん。でなんかそれをこう逆に俺たちがラジオみたいなの始めてこう曲を流したり紹介したりとかっていうことをやってたんだけど、そのラジオ収録してる間もパコンパコンってすっげえメールが来てもひっきりなしに応募が来るみたいな状態だったんですよ。やっぱ代々木公園のステージっていうのはでかかったんですかね。多分みんなそこでそうですね。憧れますね。それ立ちたいですよね。そこしたいね、あそこね。はあ、なるほど。いろいろあったわけですね。そうなんですよ。なるほどね。ありがとうございます、振ってくれて。あ、いえいえいえ。飛ばされるとこだったそうですね。ね。はい。じゃあまあそんなわけで、はいそのさっき言ったミュージック&トークの新機能ということで、Spotify フリーの皆さんはですね30秒のみの視聴になってしまうんですが、あれだね、曲何にしようかってとこだね。そう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 。曲挟めるようになったんだよねこれね。そうですね。この時期を象徴する曲を何をかけるかだよね。そうだね。ぜひ初期の2人が初期のバンバンバカンスとか。ああいい夏ね。もう終わっちゃうか、夏終わっちゃうし。そんな曲があったんですか。知らないんですけどサマーゲートとかでしょ。スマップです。あ、スマップなんですか。解散しちゃった。 Spotify なさそうな気がする。確かに。じゃあ曲はこれ結局何にするんでしょうかね。どうしよう。なんかじゃあ初期の音源にも入ってたみたいなやつの方がいいのかな。どうする？じゃあこの間デビューに入ってたやつで、いきなりなんかあれでしょ、君に夢中とかかけてもどういう人たちってなっちゃう東京かジュディがいいんじゃない？東京かな？東京じゃないですかね。東京？これぐらいの気候にも合ってそうじゃないですか。まあこの放送の日がどんな感じかわかんないけど、今日はちょうどいね、いかもしれない。今日はちょうどいい秋晴れだったから。そうだそうだ。台風じゃないことを。そうなんだよね。じゃあまあここはじゃあね、山田君にじゃあ曲振りをはいお願いします。ではそれでは聴いてください。ザラムで東京。はい、じゃあお聴きいただいたのはザ・ラムで東京でした。はい。初期はこんなかっこいいバージョンじゃなかったんですよ。なんか違ったみたいですね。全然もっとボロカスですよね。どんなでしたっけ最初。僕は打ち込みのキーボードと、ギターもこんなにちゃんと入ってなかったし、なんかやっぱり今振り返って聞くと全然クオリティはまだまだですよね。録音状態もなんか
多分第2あ今日かな今日か、うん今日だ今日出てくるけど、うんその後半の年表でも出てくるんですけど、おうはい東京出そうとした時ありましたもんね一回ね。あそれだその話だあったそういえばだから東京その最初の東京とあ出そうとした東京を経てのうんこれ俺が忘れてたそれデビューの東京ですから、そうなんだよね今聞いていただいたのは。その2回目の東京の時をきっかけに進次郎と出会ってる。あそうですねそうだねそうだそこで吹いてくれたのがそうだよ。今からの年表のそ中にうだねそこがようやく出てくる楽しみ。じゃあ三国志みたいな。いきますか次のはいはいはい。じゃあまあ続きのもう半分の年表またじゃあ中地君よろしくお願いしますはいはい2019年初頭下北沢ノックアウトスタジオレコーディングスタジオにてこれノックアウトスタジオレコーディングスタジオが合ってるんですか？あ原稿が間違ってんだね。ノックアウトレコーディングスタジオですよね。ノックアウトレコーディングスタジオですね。じゃあもう一回いきますね。はい。うん2019年初頭下北沢ノックアウトレコーディングスタジオにて2062録音 MV をベルリン国際映画祭最年少受賞杉本大地監督と撮影。深夜の横浜中華街をドクター・マーチンと謎の帽子で全力疾走しまくる。2019年3月 MV 公開に合わせ新生ラムのラジオ開始。毎週おバカなトークやカバー企画公開曲作り企画やスタジオライブなどを展開。既得なリスナーが集まり愛にあふれたお便りを寄せる。2019年6月3日リンゴ音楽祭に出たいという突然の思いつきにより下北沢シェルターにてオーディションライブに参加。現メンバーでの初ライブとなる。これ3人メンバーですね。そうねはい。その時ですね結果は惜しくも落選したものの全国から応援に駆けつけたファンからの声援を受ける。そして某レーベルの大人に声をかけられる。某レーベルとは若い男女がシャレオツな家で共同生活を送るあのドキュメンタリー番組出身のあのバンドも所属するレーベルであった。なんだろわかんないな。わかんないよな。わかんない。 2019年10月21日より下北沢ノックアウトレコーディングスタジオにてレーベルとシングル用楽曲2曲をレコーディング。なお自費。このセッションにて山田慎二郎と出会う。出ましたね。2019年10月26日レーベルとのなんかちょんちょんってついてるのがいいですね。ちょんちょんレーベルとのリリースの話がなかなか前に進まない中しびれを切らし自主制作した EP メトロフューチャリズムをリリース。2019年11月22日京都モジョに招かれ初の関西公演。現地の温かい歓迎はもちろん普段東京のライブに来ているファンも京都に駆けつける。2019年11月23日ライブ翌朝渡辺京都駅にてレーベルより電話で倒産を知らされる。録音した音源のお蔵入りはもちろんリリース自体が空中分解。2019年年末大塚の喫茶店にてミーティング。新しい音源を大急ぎで作って自分たちで売り込もうと半ばやけくそな気合で決意。年末年始返上で作業に取り掛かる。なるほどいよいよ悲惨な悲惨な悲惨ですね破滅の足音が聞こえてきた。聞こえてきましたね。山田慎二郎とともに悲惨な破滅の足音が元凶なんですかね。さっきのやつがだいたい2014年から18年までだいたい 4,5 年あるのに対してこれ1年でこの悲惨さですからね。やっぱりなんかでもこれ俺が入ってからなんですよねそうですね。俺がなんだろうまあいいことも悪いこともなんか持ってきちゃったんですかねなんだろうね全部荻野さんが教えてくれました。いいことも悪いことも。そうだよねそうですね。でもあれ楽しかっただろね今思えばね。今思えば。振り返ればね。楽しかったと思いますようん懐かしいですねいろいろかなり悲惨でしたけど。いや面白かったんですよね。マッスルクイズっていうコーナーがあったんですよ。この最初のやつは。新生ラムのラジオね。どんなものですかそれは。やっぱりフェスが終わってフェスで疲れてでなんかこうちょっとやっぱり僕たちクオリティをすごくこうちょっとやっぱ上げたいなみたいなのあったんですよ作品の。はいだからちょっともう何曲も作るとかじゃなくて1曲ちょっと気合い入れたやつを大好きなペトロールズが録音してたレコーディングスタジオでこう撮って MV もちょっといい監督がやってるやつで撮ろうぜということでやってそれ PR しようと思ってまあそのラムのラジオっていうのやったんですけどいかんせんやっぱり芸人魂が爆発しましてイヤホンガンガンゲームをやりあそうなんですよあっいやもたなう俺あれが一番面白かったです。同日役同日やでしょあ
あったよなんだっけ英語の歌を聴きながらそうそうそうそれを同時に日本語通訳して歌うっていう、荻野さんにしかその曲が聞こえてないのよ。で何がでそれを誰流れるかも分かってない分かってないあれそうそうカーペンターズカーペンターズのシングあいやあねあれだと思う。イエスタデイイエスタデイワンスモアだそうだだったりスティービー・ワンダーのねなんかもやったラブミーテンダーかなラブミーテンダーラブミーテンダーじゃないですエかラブミーテンダーエルビスプレスエルビスやったねうんやったかな。いやそれを毎や回ってたもうだからこの無音の部屋の中で荻野さんのすごいその音程がちょっとよくわからない状態になってるやつでイヤホンガンガンだからねガンガンだからで日本語で歌詞を訳しながらなんかそうだメロディーはその要はイエスタデイワンスモアのメロディーでそれを日本語に無理やり訳した私からはラジオを聞いたわそれだ今すごい全部蘇ってきた今まあでもサビはもういつもシャラララになったからもう言っちゃったいつもシャラララって違うシャラララ言っちゃダメっていう決まりだったんですよだからいつもてんてんてんみたいな。わかったわ私はレジを聞いたわ好きな曲を待ちながらそれに合わせて歌いながら泣いたりもしたわ幸せな時も長く続かなかったわいや言うしないでいつも輝いてたわいつも終了ありがとうございますもう戻ってきましたでこれすごいことにこれクイズだからちゃんとリスナーの人にツイッターとかで何でしょうってちゃんと聞いてて結構答えが返ってきた当たってるたまに違う曲結構ねなんか往年のなんかそのなんかベテラン女性 R&B シンガーみたいななんかねそうわー全部わーって終わらせてたねなんかわーなんとかだったわなんとかだったわ懐かしいですねはいいや初ライブででもレーベルから声かかったんですよねそうですね見に来てくれてたんですよねそうあれは声かけようとして見に来てそうなんですよねありがたかったでもこの1年でもすっごいずっとなんかこう結構しびれてたっていうかじれてたの覚えてますよもうなんか早くリリースしたいのにとかなんか曲を作るのかレコーディングをするのかなんか全然進まなくてずっとなんかめちゃくちゃじれったいみたいなでようやくレコーディングにこぎつけて京都行ったら翌朝にレベル潰れたからって言われていや京都のなんかところがやっぱり一番俺は覚えてますかねこの時はなんかライブなのにライブどころじゃないみたいなミックスがどうだっていうのをすごくやってたのが一番覚えてるかなこの時はなんか帰り焼肉食べてねそうだよそう懐かしいねここでね山田君もついにお待たせしました。登場しましたね。あったもんね、大人とね。そうですね。なんかそうだいろいろ大人とディレクションされてたよね。これがさっき言ったあれですよね。東京の。そう東京を出そうと思ってレコーディングに行ったんだけど。そうそう知り合いのつてで。俺は会ってないんだよねその時。そうです。そう俺はいなかった。その時にこう。あることないこと言われてあることね悪い大人に批判的な怖いやつだみたいなね怖いやつだとかすぐ殴るとか悪い大人なんて俺荻野さんだったら挨拶だけはしろよみたいな最初本当緊張しました荻野さん怖いからねみたいなやつでしょねそんなこと懐かしいですねいやでもこれお蔵入りですからね2曲ぐらい撮ったんですよね撮ったかこれレコーディングして結構次に連絡来るまで時間が結構空いたんですよ僕だからリリースしたっていう連絡もなかったんであれなんかいまいちだったかなと思って結構へこんでドキドキしてたあれなんかやっちゃったかなと思ってじゃあレベル逃走してたそうこんなことが裏でそっちはそっちで進まないからもうレコーディングとほぼ同時に自主リリースで出してたのがメトロフューチャリズムなんですねなんかこの年でも何気にさガレージで何回かライブやったんで下北沢ガレージででなんかその時のトリオのサウンドの3人になってからのやつの集大成みたいな感じで
あれだよね、なんか長い写真集みたいなの撮ってさ、撮ったわ。今でも Amazon で買えんじゃないの、ディスクオンデマンドの CD、はい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 。写真集、DOD だね。 DOD だねね DOD ねそうそうそう、それだよ。懐かしい。しかもその東京をそのレーベルで撮ってた時、もう一曲撮ってたの、バウとハーに入ってるステイそうですよね。ステイウィズ。そう全然違う。だってブラス3人もいたんだよ。あ、そっか。ラップ入ってましたもんね。そうだよ。あ、そうだ。テッドテオ何でしたっけ、なんとかみたいな。いや、そのララップ入ってたんだップを入れてくれたのが、だからさっきのザラムフェスの時にあーその応募してくれてた新平さんという人なんですよ。つながるわけですよ。そこにめっちゃあのバージョン好きだったんですよ、ラップと。ね、あれもすごい良かった。めっちゃ良かった良かったよねね、懐かしい。基本的にザラムは曲リサイクルしていくから。地球に優しい。そうなん地球に地球に優しいバンド。リユースバンド。なるほどね。いやでもここで失速しなくてよかったよね。いや覚えてる真冬の大塚の喫茶店、めちゃめちゃ覚えてますタバコ臭いところ。焼肉食った時ですか？焼肉食った時だっけ。焼肉食べてました、確か。なんか焼肉定食。違うよ、それじゃないよ。それじゃないわ、喫茶店ですよ。喫茶店か。喫茶店、電車の方、ルノなんとか R です。そうだ、ルノなんとか R だ。あそこか。あそこの窓際の席でさ。でもうなんかもう自分たちでやるしかないってなって、もうなんか SNS とかも全部消そうぜもうみたいな。そうもう一回やめようっつって。そうなんかなんか大丈夫かな、暴走し始めてないかな。まあし始めたよね。いやでもあの時すごいなと思ったのは、誰もなんかそのネガティブなことを一人も言わ、まあ俺が言えない空気を作ってんのかな。なんかでもそうだよね。こんだけ頑張っていろいろやってきたのに全部もう倒産でなくなっちゃったっていうショックはでかかったね。確かにね。なんかちょっと切れちゃってたよね。だからもう一気に音源作って、なんか新しいサウンドを導入したいねみたいな、もうトリオじゃない打ち込みとかも今入ってるような現代的なサウンドをやりたいねみたいなんで、年末年始もずっとそれだもんね。コンセプトも一新しちゃおうぜみたいな。懐かしい。で去年それと同じことをキュートもやらされてたよね。年末にずっとこう音源録音してね、ひたすら録音するっていうのやってましたね。なんか年末それ2年連続続いてましたね。今年の年末ゆっくりできるかな。そうなるよね。まあとりあえずリリース予定が年明けまで決まってるから。倒産しないように願それなんだよ。本当にそれが一番。それなんだよ。倒産したらすごいな。それなんだよな。そういうバンドになっちゃう。なっちゃうよな。まあじゃあ今日はね第1夜ということで結成前夜メトロフューチャリズム編をお送りしました。ね、悲惨な喫茶店のミーティングの後果たしてどんなことが起きるのか、もっと悲惨なことがまだまだ起こりますと。起こりますよ本当に。起こりますからね。散々起こりますよね。まあ次回もお楽しみということで、はいじゃあお別れに最後曲を1曲流します。ザ・ラムで2062。